株式会社ミルキンの加納です。今回は携帯型微生物観察機の食品衛生編です。食品衛生における微生物リスクの見える化についてご案内をさせていただきます。さて、世界での食中毒や感染症は毎年どのぐらい発生をしているのでしょうか。なんと毎年6億人が食中毒や感染症にかかっており、42万人が毎年亡くなっております。私は群馬県前橋の出身ですが、その人口が約33万人ですので、どのぐらい多いかがお分かりいただけると思います。では、日本の状況はどうでしょうか。この情報は厚生労働省や食品衛生協会、メディア等から抜粋した内容ですが、飲食店ではキャンピロバクターによる食中毒が発生し、39名の被害が出ており、仕出し弁当の提供ではサルモネラによる食中毒が発生しております。さらに皆様の記憶にもあると思いますが、飲食チェーン店による和牛ユッケの提供で大腸菌 O111 と O157 による食中毒で5名亡くなっております。では、食中毒リスクをなくすにはどうしたらよいのでしょうか。それは社員やスタッフも経営者と同じリスク意識を持つことと考えております。しかしどうやって社員やスタッフにリスク意識を伝えればよいか。伝えるにも食中毒の原因となる菌は肉眼では見ることができないのです。大腸菌やサルモネラ、黄色ブドウ球菌、キャンピロバクターなど、ご覧いただいている表に記載されている細菌類は数ミクロンという1ミリの1000分の1のサイズですので、到底肉眼で見ることができないのです。しかし、機械器具などの洗浄や殺菌後は、肉眼でしかチェックしていないのが現状です。菌は肉眼では見えない。これでは敵がどこにいるのかがわからない。だから適切な手が打てないのが現状です。では、どうすればよいのか。そこで今回、食品工場に持ち込める顕微鏡、ミルキンをご紹介したいと思います。まず、サンプル液を直接乗せる試料ステージ。この部分が光学的にいう対物レンズになります。そして、上に出っ張っているのが接眼レンズです。この組み合わせで光学倍率1000倍の性能があり、1ミクロン以上の細菌や微生物などを観察することができます。ここが電源スイッチです。押すと光源の LED ランプが点灯いたします。この下の部分が電源ボックスですが、単三電池2本を使用しております。LED を採用したことにより省電力化を可能にし、電源コードを不要としました。そしてスマートフォンを載せるスマホスタンドになります。スマートフォンを載せた状態がこちらになります。それではセットから観察までの一連の流れを見ていきましょう。まずスマホスタンドをミルキン本体にセットし、スマートフォンを載せます。電源ボタンを押すと LED が点灯します。綿棒でサンプリングをし、試料ステージに投付します。するとスマートフォンの大画面にサンプルが映し出されますので、現場スタッフと一緒に微生物や汚れを観察することができます。このように画面をピンチすることで拡大もできますし、その場で録画することもできますので、動画データを記録し、後日社員教育にも活用できます。このミルキンはこれまで面倒だったピント調整は不要ですので、初めての方でも簡単にご覧いただけます。また、このミルキンは現場ですぐに観察できる顕微鏡として2019年3月に携帯型微生物観察機 JIS-B7271 として制定されている微生物の簡易検査ツールです。特徴としましては、光学倍率は1000倍で1ミクロン以上が観察できます。対物レンズは固定焦点を採用し、これまで面倒だったピント合わせを不要とし、初めての人でも観察可能です。食品工場にはガラス製品は持ち込めないため、プレパラートは不要で、サンプルを
直接資料ステージに塗布し観察するタイプです。観察画面はスマートフォンの画面を使用しますので大画面で見やすく、さらに動画撮影や静止画をデジタル記録することができます。サイズは手のひらサイズですので持ち運びも容易ですし、白衣のポケットにも収まるサイズです。重量は 500g 以下です。電源は単3電池を使用します。サンプリングも簡単です。まず、サンプリングをしたい場所が濡れていない場合は、付属のマイクロチューブの半分程度水を入れ、綿棒を湿らせてください。すでにサンプリングしたい場所が濡れていたら、直接綿棒でサンプリングをしていただいて問題ありません。サンプリングが完了したら、マイクロチューブ内で綿棒を数回上下させ、綿棒についた汚れを均一化します。次に、直接綿棒を資料ステージにちょんちょんと数回つけていただくと、スマートフォンの画面に微生物や汚れを観察することができます。この動画は実際にサンプルを観察したものです。たくさんの運動性細菌が活発に泳ぎ回っているのがご覧いただけます。何度もお伝えしますが、数ミクロンの微生物を面倒なピント合わせなしで観察できる顕微鏡なのです。このようにミルキンなら現場に持ち運びができ、さまざまな場所をサンプリングし、リアルタイムに観察することができます。まさに百聞は一見にしかずです。では、食品工場を想定し、菌が潜んでいそうな場所をチェックしてみましょう。この図は食品工場を模したものですが、菌のリスクがありそうなところを示してあります。例えば、手洗い場や床、まな板や包丁、さらにスライサーや洗浄機、脱水機などです。皆様の食品工場や厨房などを想定していただければ幸いです。では実際に見ていきましょう。これは冷蔵庫の取っ手になります。普段工場内ではグローブをされているのでそんなに汚れていないところだと思いますが、綿棒で拭き取ってみました。するとどうでしょうか。一見汚れていないように見える取っ手もこんなに汚れています。これだけ汚れていると交差汚染などの懸念が心配されます。次に洗浄機です。洗浄機の隅のところに黒い物体が見えたので、それをサンプリングしてミルキンで観察をしてみました。するとどうでしょう。この黒い物体は黒カビだったことがわかります。最後に脱水機ですが、カット野菜の工程ですと最終工程になります。一般的に原料を一次殺菌し、その後カット、さらに二次殺菌をし、リンス工程を得て最終工程の脱水となります。脱水機の穴の部分をミルキンで見てみると、これだけ汚れていることが分かりました。この映像をご覧いただくと、運動性細菌も観察することができます。このように食品工場にある機械器具はステンレス製が多く、一見ピカピカに見えます。ですので、肉眼で見てきれいだと思ってもダメだということが容易にわかります。このように綿棒1本で簡単に観察することができます。現場でリアルタイムに見られますので、スタッフの方々とも一緒に見ることができます。この肉眼では見えないミクロの視点を一緒に見ていただくことが衛生教育につながると私たちは考えます。そして汚れていた部分は適切な洗浄方法や殺菌方法で対処し、洗浄殺菌後の結果をミルキンで確認すれば、汚れや細菌が減ったことが一目瞭然でわかります。このように洗浄前、洗浄後の動画を撮影しておけば、社内プレゼンでも活用でき、洗浄や殺菌方法の比較検証をすることができます。ミルキンは綿棒1本で簡単に観察できますので、ランニングコストをあまり気にせずに検査することができます。各社で基準を設ける必要はありますが、
ミルキンで何も見えない時の ATP の数値を把握したり、培養検査も一緒にしてみて、社内ルールを決めてみても良いと思います。例えば、ミルキンをスクリーニングとして活用し、その結果、汚れている箇所があったら ATP で数値化し、動いているものや汚れがひどい場合は培養検査をするなど、迅速検査の組み合わせを工夫してみてはいかがでしょうか。そして現場のリスクをパートやアルバイトを含む現場スタッフ教育としてご活用いただけましたら幸いです。これまでは10の何乗など数値で言われてもパートやアルバイトを含む現場スタッフにはピンときておりませんでしたが、ミルキンの検査結果を動画などで説明することで、菌に関しての知識や情報をあまり持っていない人でも分かりやすい内容になること間違いなしです。そして安全な食品を提供するために正しい知識で食品の製造、加工、調理、販売において必要な衛生管理を身につけていただけると思います。その結果、現場スタッフの衛生意識向上が企業全体の衛生意識を上げることにつながります。最後に、食中毒の原因となる細菌を見える化した上で、細菌を食べ物につけない、食べ物に付着した細菌を増やさない、食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける、この食中毒の3原則を厳守していきましょう。これまでまとめてきたプレゼンや食品衛生の見える化による情報をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録といいね、それと QR コードからホームページもぜひご覧ください。皆様からのコメントもお待ちしておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。